はい、どうもです。今回はですね、こちら、ニザダイっていう食材ですね。ということで、まずは価格映像からご覧ください。さて、夜の海にやってきました。果たしてニザダイは克服できるのでしょうか？今日は生き物多めで見ていきましょうか。こちらは夜光貝ですね。光に驚いて落っこちてしまいました。そしてこちらが食事中の夜光貝。岩の表面に生えてる海藻をもそもそと食べております。で、この日はですね、結構海が荒れておりまして、流れがない場所には遊泳力が弱い小魚がたくさん集まっていました。そしてそんな小魚を狙った魚も発見しました。皆様、魚がどこにいるかわかりますでしょうか？ 3、2、1。はい、ここですね。完全に砂に擬態してますね。ちなみにこちらの魚はアマミウシノシタ、淡白で美味しいシタビラメなのですが、ほぼ一緒の見た目のミナミウシノシタという魚がいまして、そちらにはですね、川に猛毒がありますので、皆さん要注意です。もう尻尾の形ぐらいでしかね、見分ける方法がないんで、まあ魚好きじゃないと一緒じゃんっていうレベルです。狙いを定めて、ヒット。ただ仮にですね、南牛の下を取ったとしても、皮とヌルヌルさえ取ってしまえば OK です。それでも手に傷がある場合だけはやめておきましょうね。そしてこちらはキリンミノ。花見のカサゴよりも一回り小さくて可愛いですよね。こいつも背びれに毒があるので要注意ですね。さて、岩の影から光る目が見えます。こいつはカノコイセエビ。斤量サイズですね。伊勢エビは小さいほど警戒心が緩いんですけども、小さいサイズは取ったらダメってね、規制がかかってますから、大きくなった時に、お前取らせてくれよ。お次はヤイトハタ。大きくなると40キロを優に超える巨大魚の一つです。ちょっとここで豆知識なんですけども、魚は生きてる限り成長ホルモンが出続けるんで、年を取れば取るだけでかくなります。さて、ニザダイのポイントに到着しました。取っていきましょう。ニザダイは本当に無限にいます。とりあえず岩の割れ目にいる個体を狙っていきます。ヒット。で、ニザダイは結構パワーが強いんでね、こうやって意外とね、苦戦します、取るとき。キルショットが当たればよかったんですけどもね。さて、なんとか動きを抑えて、そろそろ浮上していきたいところ、がっつりホールドができてますね。さて、また暴れる前に脳天締めをしていきましょう。めっちゃ暴れる。さて、ナイフを刺していくんですけども、こやつ頭蓋骨が硬いんですよ。お、入りましたね。で、血抜きもして最高の状態で持って帰ることにします。果たしてうまいのでしょうか？はい、ということで今日はですね、久しぶりのニザダイですよ。日本中にね、死ぬほどいる魚なんですけども、誰も取らない。臭い魚なんですけども、サバイバル中とかに食べたら美味しいかなみたいな魚なんですけども、今日はですね、久しぶりに食べてみたいなということでね、撮ってみました。ということで早速、観察していきましょうか。はい、こちらがニザダイですね。恐ろしいことにこの距離でもう臭いです。もう臭い。しかも鮮度めっちゃいいのに。こちらニザダイではですね、最大級のサイズになってまして、だいたい45センチぐらいあります。で、ニザダイはですね、大きくなればなるほど美味しくなくなっていくんですけども、せっかく臭いの食べるんだったらね、もう最高に臭いものを食べたいということでですね、一番でかいのを取ってみました。で、でかいのを取った時にですね、このニザダイの、尾翼っていうんだったっけな、ここに鋭い刃がついてるんですけども、油断しててね、ここでね、手を切られまして、めちゃめちゃ痛かったですね。で、ちなみにですね、これ3つ刃があることから、3の字と言われたりもします。で、なんで臭いのっていう要因なんですけども、こいつはですね、大体海藻を食べてまして、海藻ってね、消化がすごい時間かかって、食べてからね、1週間とかね、滞在したりすることもあるわけですよ。で、夏場とかになるとですね、そりゃあもう、常温でここにそれが溜まってるわけですから、臭くなりますよね、ということで、夏場はね、特に臭いです。冬場はまだ美味しいんですけども、といった感じですね。今までですね、ニザダイを懲りずにですね、10匹ぐらい食べたことがあるんですけども、1回だけ美味しかったことがあります。今のところですね、10分の1でうまい魚なんですけども、今日はどうなんでしょうね。ニザダイがね、こんだけ日本中にいるのに売れないっていうことで、捕獲したニザダイにキャベツを食べさせて、それを寿司として販売するみたいなことをやってたんですけども、あれも効かなくなりましたよね。失敗したのかな。本当に原点に戻り、怪物級の臭さを食べようと思います。ということで早速、さばいていきましょう。で、ニザダイの唯一いいところなんですけども、これね、鱗がないんですよ。これ
カワハギと同じような皮をしてるんですね。鱗を取るっていうね、もう魚をさばく上で一番めんどくさい作業がないんですよ。ということで、早速頭から落としていきましょう。で、これ、本当に内臓が臭いんで、絶対に内臓を傷つけたらダメです。もう本当に、絶対に傷つけずにさばきます。今から腹息ができなくなりました。はい、マジでゆっくり包丁入れていく。うまくなった。みんな俺がどうせ内臓傷つけるんだと思ってたでしょ。もう俺はうまくなりましたから。で、ここ背びれの骨がねこうやって入ってるんで、ここをと落として頭をねじりますと、こうやって、やばいぞ、内臓傷つけるな俺。内臓絶対傷つけちゃダメだ。よいしょ。こんな感じでですね、草食業の特徴なんですけども、非常に腸が長いんです。消化にですね、消化に時間を要することがこれを見るだけでね、わかると思います。そしてですね、ここねちょっと破けてるんで見えるんですけども、海藻をね食べてるのが見えると思います。鼻息したら死にますね。どのぐらい臭いかっていうと、汚いポットトイレですね。マサルさん、はい。絶対に口に入れないでください。いや、死ぬて。ニザダイの特徴なんですけど、肛門がね、だいたいね、普通魚ってこの辺についてるんですけど、なんかね、肛門がね、ここなんですよ。ここについてて、頭寄りにね、肛門がついてて、で、こっからね、しばらく、ほら、内臓が入ってた部位が繋がってるんですね。で、ここで、試合に傷つけまして、洗っていきましょう。うわー、臭いなー。臭いな。はい、では3枚におろしていくんですけども、ここで尻尾のところで包丁入れます。よいしょ。で、皮に切り込み入れていきます。やっぱでかいと水っぽいんだな。でもなんかね、ニザダイを1回だけね、とてつもなくうまかったことがあって、それが忘れられなくて、今んとこね、まだ当たりに出会えてないんだよね。だからこんなさばきやすい魚なんだよ。こんなにさばきやすい魚なのに、死ぬほど取れるのに市場に一切流出しないんだよ。はい、そしたらここからですね、皮を引いていきます。このイボがあるところまで皮引けないんで、このちょっと身がもったいないんですけど、この辺から皮を引いていきます。見た目は普通ですね。じゃあこれ腹骨をね、すいていきましょう。血合い骨を取っていきます。はい、それでは柵取りが完成しました。で、想像通りに臭いんで、塩当てをしていきます。塩を当てて余分な水分を抜いて匂いを軽減していきます。もうほんまにバチバチに塩を当てていきます。普通こんなに塩を当てないんですけど。じゃあ10分置いていきましょう。はい、10分経ちました。だいぶ水が出てきましたね。はい、では水分を拭いていきます。ものすっごい水出てる。やっぱニザダイは大型個体になればなるほどなんか身がねべちゃべちゃしてきますからね、これ水抜いて正解かも。じゃあ反対側行きましょうか。かなりね身が引き締まりました。じゃあ盛り付けをしていきましょうか。しゃぶしゃぶなんで同じ角度で同じサイズで切りたいですから、ちょっと調整しましょう。
はい、というわけで完成です。しゃぶしゃぶをやっていきましょう。はい、それでは完成しました。いただきます。まずね、昆布を引いておいたんですけども、昆布取り出しましょうか。とりあえずだしは昆布オンリーですね。ではしゃぶしゃぶして食べていきましょうか。ニザダイだからちょっと強めに火を入れたくなる。こんぐらい入れればいいだろう。これ普通にね美味しそう。いただきます。あれあれ、普通にうまい。ちょっと待てよ、普通にうまいぞ。ニザダイ自体がどうしてもね海藻臭いんですけど、昆布超多めに入れたんで、昆布の海藻の匂いとグワッて混ざってなんかちょうどいい感じになってる。これニザダイの攻略法を見つけたかもしれない。ちょっと待って、普通に刺身で食ってみよう。これ普通にいただきます。全然いけます。なんか高級魚とか食べ飽きてなんか磯の香りが好きとかいう人は好きな味ですね。やっぱあんだけいかつい塩当てしたんで、本当は塩もうちょい5分の1ぐらいで塩当てするんですよ、普通当てる時って。なぜなら刺身に塩の味がめちゃめちゃ入ってしまうからなんですけど、あんだけ当てたらさすがに普通に美味しく食べれましたね。いや、うまいぞこれ。しゃぶしゃぶにしたら普通にうまい。なんか今までニザダイの食感とかあんまり味わえてきてなかったんですけど、むっちゃプリップリや。でもこの匂いにさえ耐性がつけばこれニザダイいけるぞ。でもこれ全く耐性ない人が行くとってなるけど、これは俺ニザダイ攻略したかもしれないな。いやもう8年間ぐらいね魚さばきの YouTube やってますから、なんか料理の腕が上がってきてるな。まずいものを美味しくして仕上げられるようになってきた。ちょっともう俺も料理系 YouTuber ですからね。はい、大枠でくくればね。でニザダイ臭さでいつも味が分かんなかったんですけど、旨味とかも普通にあるんですね。普通に美味しいわ。はい、それではごちそうさまでした。今までねゲテモノを食べる系の YouTuber だったんですけども、まずいものを美味しく調理できるようになってしまった。鉄腕ダッシュのスタッフの皆さん、ぜひ呼んでください。まずくて臭いね、変な外来生物とかを取れた時、ぜひ僕をね呼んでください。多分俺以上にねまずい生物を食べながらそれを美味しくしようと頑張ってる人なかなかいないと思いますんで、ぜひね呼んでほしいですね。でこれニザダイ自体は実際にクオリティは高くない方のニザダイだったんで、今までだったらまず終わってたんですけど、やっぱ塩を当てるっていう下処理をしっかりして、でそっからしゃぶしゃぶをするっていう一手間加えることでね全然変わってきますね。ということでね、皆さんニザダイね、日本各地でね釣れるのかな、ニザダイ取れると思うんですけども、この食べ方でね結構クオリティの低いニザダイでも美味しく食べれますので、ぜひねニザダイ釣れてしまった方、もらってしまった方、ぜひねこの食べ方をね、やってみていただけたらなと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの食べ応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。